今日はお家で簡単に作れるしっとり甘い焼き芋を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はお家で簡単に作れる甘くて美味しい焼き芋を作っていきたいと思います。さつまいもってね、いろんな品種があると思うんですが、今回は4種類のさつまいもを焼き芋にしていきたいと思います。で、それぞれいろんな特徴があるさつまいもですので、品種とかの選び方も参考にしていただけたらと思います。作り方はですね、もうほったらかしで OK なのですごく簡単です。とても美味しい焼き芋です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは材料をご紹介します。材料はこのさつまいも、そしてアルミホイルを使っていきます。今回ね、ほんと放置するだけですごく簡単なので、4種類のね、さつまいもを用意しました。まずこちら、一番左側にあるちょっと細長いのが、スーパーとかに行くと、品種が書いてない、たださつまいもって書いてあるね、お手頃価格でね、手に入るさつまいもがあると思うんですが、今回そのノーブランドのさつまいもでも作っていきたいと思います。続いてこちらがですね、なると金時ですね。なると金時はどちらかというとね、食感がホクホク系のね、お芋になります。そのお隣、ちょっと太めの大きいのがシルクスイートですね。こちらね、最近よくスーパーで置いてあるかなと思う品種なんですけれども、しっとり滑らかで絹のようなね、舌触りなさつまいもになります。そして最後、一番右手が安納芋ですね。皆様安納芋って聞いたことありますかね。この安納芋はね、食感がねっとり系で糖度が高いさつまいもになります。ということで今回はね、こちらのラインナップで作っていきたいと思います。皆さんもね、お好みのさつまいもで作ってみてください。それではね、早速作っていきます。ではまずはじめにさつまいもをきれいに水洗いしてください。で、まだね、水分が残った状態で OK です。そしたらですね、アルミホイルで1個ずつ包んでいきます。まずノーブランドのものですね。くるくるくるっとこんな感じで、まあ普通にね、くるくるくるっと包んでください。続いてなると金時ですね。これも包みます。くるくるくるっと、はい、こんな感じ。続いて一番大きいシルクスイートですね。これもきちんと包みます。はい、このようにしっかり包んでください。そして安納芋も包みます。はい、このように全てアルミホイルできっちり包んでください。今回はね、オーブンでじっくり焼いていきます。でね、焼き芋の蜜が出てしまう場合もあるので、一応このアルミホイルを1枚ね敷いて、汚れてもね大丈夫なようにして、でこの上に置きましょう。あとは余熱なしの状態で160度のオーブンで90分ですね、じっくり焼いていきます。そうすることでとても甘みが増して美味しい焼き芋に仕上がります。まあちょっとね、時間は長いんですけど、放置してるだけなのでね。ということで、まずこちらをオーブンに入れます。はい、このようにオーブンにセットしてください。上段と下段がある場合は上段にね乗せてください。でもし上段下段ない場合は下段で大丈夫です。それではオーブンの余熱なしですねの状態で160度にセットしてで90分ですね。それでは90分焼いていきます。はい、90分焼き終わりました。焼き芋のね、いい香りがしてきますね。そしたらですね、こちら竹串を準備してください。大きさによってね、ちょっと変わってくると思うので、全部一度ね、竹串を刺します。で、スーッとね、簡単に竹串が取れば OK です。じゃあ次こちら。あ、いいですね。真ん中をちゃんとスーッと通りますね。はい、全部ねスーッと竹串が通ったので、ここからがポイントです。このままね召し上がっていただいてもとても美味しいんですけれども、さらにね時間に余裕がある方は清潔なタオルを1枚用意してください。このタオルで芋を包みます。このように、よいしょ。このまま1時間タオルにくるんで保温していきます。はい、今1時間経ちました。まだね、上がほかほかです。すごく保温されてる感じがしますね。で、もしね、ちょっとタオルでやるの嫌だなっていう時は、キッチンペーパーとかを使ってくるんでいただくといいかなと思います。では、開けたいと思います。よいしょ。こんな感じです。すごいまだ熱々。じゃあまず最初にノーブランドのね、焼き芋から開封していきたいと思います。まずアルミホイルを取ります。この蜜すごい。ノーブランドの焼き芋でもこんなにすごい蜜が溢れてます。
きます。結構ねしっとりとほっくりの間ぐらいですね。こんな感じ。蜜はね結構出てる感じがしますね。ではね皮を剥きます。すっごいテリッテリですね。無名のブランドはこんな感じです。表面はねこんな感じで結構蜜が出てて、中はこうしっとりホクホク系かな、こんな感じです。はい、では続いてホクホク系のナルト金時ですね。はい、まあこれホクホク系だからあんまりこう蜜が出てるっていう感じではないけど、美味しそうな雰囲気を漂わせてますね。いきます。すごい美味しそう。かなりねホクホクした仕上がりになってますけど、ホクホクしっとりでさっきよりもちょっと黄色みがかってますね。美味しそう。はい、こんな感じですね。ここら辺見るとわかるんですけど、ホクホクという感じに仕上がってますね。ホクホク好きにはたまりませんね。ナルト金時はこんな感じです。続いてシルクスイートです。ちょっと熱々ですね。あ、すごい。かなり蜜がすごいです。美味しそう。いきます。うわー、美味しそう。こんな感じ。いい焼き色がついてますね。表面がね結構ねっとり系ですね。中はどっちかっていうとねしっとりとした感じに仕上がってそうですね。はい、こんな感じです。それでは最後安納芋です。いきます。はい、こんな感じ。わー、美味しそう。わー、美味しそう。安納芋はこんな感じです。すっごく美味しそうに仕上がってます。いい感じにね、ちょっとこう焼き色がついて、かなり美味しそうな安納芋に仕上がってます。ではこれもちょっと割ります。わー、美味しそう。ねっとりホクホクでとても美味しそうです。はい、これで4種類揃いました。左側からノーブランドのさつまいも、その隣がナルト金時、そしてこちらの一番大きいのがシルクスイート、そして一番端右側のが安納芋です。こんな感じに仕上がりました。とても美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ではまずね、ノーブランドのさつまいもからいただきます。手づかみで失礼いたします。いただきます。甘っ。ねっとりしっとり系ですごくね甘みがありますね。ちょっとね色はそんなに良くないんですけど、かなり甘さはありますね。では続いてナルト金時いただきます。食感的に言うと男爵芋の食感にちょっと似てるかもしれない。ノーブランドのものとナルト金時全然違います。では続いてシルクスイートいただきます。でちょっとかぶりつき失礼します。おいしい。シルクスイートはさつまいもがすっごく滑らかです。美味しい。まさにこうシルクの食感っていう感じですね。そしてね甘みも増しててとても美味しい。それでは最後安納芋いただきます。このまま失礼します。柔らか。安納芋は甘さに深みがあってすごく美味しい。安納芋はねっとり系ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の焼き芋のポイントです。まず今回はですね、4種類の品種で焼き芋を作ってみました。まずノーブランドですね。これはスーパーに置いてあるもので、たまにね、品種名が書いてないものが置いてあったりすると思うんですけれども、そのさつまいもを使いました。もう一つがホクホク系のナルト金時、そしてとても滑らかな食感なシルクスイート、そしてねっとり系の安納芋。この4種類をね、今回作りました。オーブンで焼く時のポイントは、まずきちんとね、水洗いをしていただいて、お水はね、拭き取らずにそのままアルミホイルでくるんでください。あとはですね、160度のオーブンで90分じっくり焼いてください。今回は余熱なしで OK です。オーブンの種類によっては上段と下段があると思います。私のオーブンは2段焼けるオーブンなんですけれども、今回は上段で焼いてます。で、もしね、下段しかない場合は下段で焼いていただいて OK です。3段の場合は上か真ん中ぐらいがいいかなと思います。あとですね、今回のポイントはオーブンで焼き終わったら1時間保温して休ませました。時間を置いていただくと、このさつまい
芋の蜜がどんどん出てくるので、もしお時間のある時は1時間置いてみてください。ということで今回はですね4種類やったんですけれども、甘い系がお好きな方はやっぱりねこの安納芋がおすすめです。これはね他のさつまいもの甘みとは違った蜂蜜系の甘さっていうのかな、感じ方にはいろいろあると思うんですけれども、ちょっと変わった糖度がある安納芋です。シルクスイートねもうとにかく滑らかです。で甘みもねちょうどいいので、滑らかな食感を堪能したい方はシルクスイートがおすすめです。じゃがいもみたいなホクホク系がお好きな方はナルト金時、あとはねこの無名のブランドノーブランドのものもとても甘くてしっとりねっとり系で美味しかったです。皆さんもお好みの品種でぜひ焼き芋を作ってみてください。はい、ということで今日は焼き芋を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。